どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。さて今日の動画は以前からね、多くの質問をいただいておりました。いよいよ iPhone にマイナンバーカードの機能がね、搭載されるという、報道がね、出たと思うんですけれども、それに関連する質問メッセージが多く来ております。実際に中身的に言うと、そういったマイナンバーカードをね、iPhone に搭載、ウォレットに追加するんですけれども、それをして、大丈夫なのか、危険ではないんですかとか、情報の流出とか漏洩とかね、そういったことってないんですかとかですね、最近個人情報の流出がね、バンバン出ておりますので、その辺がね、ちょっと不安に思われているのかなと。あとは実際に、僕自身がそのマイナンバーカードのね、iPhone に搭載追加するのかとかですね、そういった質問も結構ありましたので、現時点で僕が把握できているものに関しての、その iPhone にね、マイナンバーカードを搭載した際の危険性であったりだとか、それとはまた逆のところで、どんだけ便利になるのかっていうところを、僕なりに解説していきたいなと思います。これもね、すぐに、今日明日ね、マイナンバーカードの登録ができるわけではないので、十分にね、皆さんが検討する時間はあると思います。その上で、今後どんどんね、新たな情報も追加されていくと思いますので、それもすべて、参考にしていただいて、この動画もね、入れていただければいいかなと思っておりますので、ぜひ iPhone ユーザーの方であれば、最後までこの動画をご覧ください。では、スタート。はい。ではですね、いよいよ2025年春以降という形でね、報道が出てたと思うんですけれども、iPhone にマイナンバーカードの機能、ウォレットにね、追加するんですけれども、まず結論から言うと、僕はめちゃくちゃ便利になると思っております。このマイナンバーカードって聞くと、いろんなご意見を持たれている方がいるっていうのも知っております。国に管理されるのは嫌とかですね、口座を紐付けてとか、そういうふうに、マイナスなイメージを持たれている方も、当然いると思うんですよね。そこに対して僕がどうこう言うわけではないんですけれども、僕個人的には、すごく便利になるなっていうふうに解釈しております。で、周りのね、ニュースとかいろいろ聞くと、マイナンバーカードがあることによって何か不正に購入されたり、事件になったりだとか、不正利用されたり、偽造されたりだとか、いろんなね、ネガティブなニュースってたくさんマイナンバーカードに関してはあると思うんですけれども、それらすべて僕はですよ、僕はどちらかというとヒューマンエラー。マイナンバーカード自体に何か問題が起きてるのかっていうと、そうではなくて、これを取り巻く環境ですよね。一番最初にマイナンバーカードで紐付け、本人との紐付けがしっかり同姓同名の人間にくっついたりだとか、そういった人に対してのこのマイナンバーカードの番号の割り当てのところで、行政機関、委託してるんだろうと思うんですけれども、そこでヒューマンエラーを起こしてしまって、その該当する人がですね、病院に行ったりすると、他人のカルテが出てきたとかですね、そういう問題もあったと思います。で、それ以外で言うと、最近ですかね、国会議員の方が、スマホ突然圏外になって、ショップに行くと、いや、機種変更されてますよと。いわゆる SIM スワップっていうものなんですけれども、この SIM スワップに関しては、もうかれこれもう1年以上前に、僕は動画で注意喚起をしておりました。絶対これ出てくるよと。その時にも出てたんですけれども、大きな問題に発展していくよということで、1年以上前だったと思うんですけれども、注意喚起の動画を出しておりました。で、これも実際に何かマイナンバーカードっていうのがね、出てくると、いかにもマイナンバーカードがあることによって、ね、不正にスマホを機種変更されてしまって、原因がここにあるみたいな感じで、捉えている方もいると思うんですけれども、捉え方は自由なんですけれども、実際のところは、それはショップ側が本人確認をしっかりとしなかったっていうことが最大の原因だと僕は思っております。これは、SIM スワップってなってくると、どうしてもやっぱり偽造の免許証とか、偽造のマイナンバーカードとか、そういったものを使って他人になりすまして、いかにも本人かのように機種変更して、当の本人は機種変更されちゃうと突然ね、やっぱり県外になってしまうので、そこまでいかないと気がつかない。で、ただショップさんとしては、しっかりと本人確認を取っていれば、その時点で防ぐことができるんですけれども、やっぱりそこでもヒューマンエラーという形でね、安全上の管理が徹底されていなかったっていうのが、
僕は最大の原因なのかなと思います。そして、そういったね、例えばショップさん、ソフトバンクでもドコモでもどこでもいいんですけれども、そういったことをね、想定していないと思うんですよね。うん。例えば免許証って出てきたら、ね、免許証の顔写真と明らかに違う人が来ると、当然疑うと思うんですけれども、免許証自体が偽造か偽造じゃないのかっていうのは、一応機械あるんですけれども、そんなにそこまでね、機械を通すっていうこともないだろうし、あくまで想定外のことが、いわゆる前例主義なので、日本においては全く想定してなかったと思うんですよね。で、その後はやっぱり各キャリアにしても、こういったマイナンバーカードがどんどん普及していくことによって、ヒューマンエラーというかね、人間側の落ち度、想定外のことがこれからどんどん起きるよと。海外ではもうバンバン起きているんですけれども、日本はね、その点まだ遅れてますので、想定外のことがこれからどんどん起きるよっていうことを前提に、やっぱりユーザー側も使っていかないといけないのかなと僕は思っております。ちょっとね、マイナンバーカードとは、外れた話になりましたけれども、どちらにしても、僕個人的には、このマイナンバーカード自体には、あまりネガティブには思っていないので、iPhone に搭載されるっていうことに対しては、すごく便利っていうふうに思っております。で、この便利な機能を突き詰めていくと、やっぱりその裏側には危険性っていうのが、備わってくると思うんですよね。で、そこをいかにどこまでカバーできるのかっていうところが、これからの課題だと思うんですけれども、実際に iPhone にマイナンバーカードの機能を、ウォレットに追加をして、例えばコンビニで、公的な機関、住民票であったりだとか、そういったこともスムーズに取れるようになるだろうし、ゆくゆくはね、免許証も、紐付けるってなってたので、免許証を持たなくても、例えば iPhone を持っているだけで車の運転はできるだろうし、健康保険証、社会保険とかも医療機関に行けば iPhone 持っていけば全然問題ないだろうし、すごく便利になると思うんですよね。で、その裏でやっぱり皆さんが不安に思われているっていうことは、個人情報、そのマイナンバーカードに、記録されているような情報が iPhone、いわゆる Apple に行くのかってなると、これはね、いかないと思います。思いますというか、いかないですね。すべてそういったデータっていうのは暗号化されると思いますので、そこは心配ないと思うんですよね。で、その上で iPhone にマイナンバーカードを追加したときに、例えば iPhone を紛失してしまったとかですね、落としてしまった、自分の手元からなくなってしまった場合、どうするのってなるんですが、これはですね、皆さん、ユーザーさんによって違うと思うんですけれども、例えば Suica であったりだとか、ウォレットにクレジットカードを1枚追加しているとか、あとはウォレットに追加していなくても、設定のところで iPhone のね、設定のところから支払い方法、カードを追加しているとか、例えばキャリア決済にしているとか、いろんな情報を多分入れられてると思うんですよね。じゃあ落とした時にどうなるのかっていうと、当然落として、それを盗んでいく人なのか、そこはわからないですけれども、その人がFace ID で開くこともできないですし、パスコード、ね、6桁のパスコードを知らない限り、その iPhone を操作することは一切できないです。だからここも安心していただいてもいいのかなと思います。ただ、やっぱり、例外といいますかね、想定外のことを考えておくのが一番ベストだと思いますので、落として、やっぱりどこにももう何にも見つからないなって思われた時には、外部からですね、外部から他の端末を使って落とした iPhone を初期化するということもできます。なので、その辺は、その初期化するタイミングは、そのユーザーさん次第になると思うんですけれども、そこまで危険性はないのかなと思われます。ただ、僕が思うのは、やっぱりなりすましであったりだとか、ご家族がね、変に使うということはないと思うんですけれども、そういったなりすまし的な行為が、抜け穴を使ってね、抜け道を使って、使われてしまうっていうことは、ひょっとしたら今後の課題になってくるかもしれないんですけれども、ただとは言っても、最終的にはそこでヒューマンエラーさえ本人確認とかですね、国会議員さんのね、その不正利用された時の、安易にそのマイナンバーカードをパッと見ただけで本人確認を取って機種変更してしまったという、そういった安全確認、安心確認を怠ってしまわなければ、特に問題は起きないのかなと思います。なので、データ自体は暗号化されるであろうし、当然されると思いますし、例えば iPhone を紛失したりだとか、第三者が使うということも、ほぼできない。99.9999% ぐらい。100% ってないんでね、それぐらいできない、このセキュリティにはなってるのかなと。
当然その、マイナンバーカードをウォレットに追加した際に、それを立ち上げるときには、タッチ ID であったりだとか、フェイス ID、これで開くことになりますので、本人以外がそれを開くことっていうのはできないはずです。あとはですね、この iPhone にマイナンバーカードがね、こう搭載できるようになったときに、当然ね、暗号化されて、セキュリティもしっかりして、その端末を落としたとしても、タッチ ID、フェイス ID、パスコード等でね、セキュリティがあると。それでも心配だった場合は外部から初期化することもできる。こういったセキュリティのところはしっかり強固にはなっていると思うんですけれども、ただ、人間ですよね。使っている自分が自らこのマイナンバーカードの情報を公開する時が必ず来ると思うんですよね。そういった問題が今後起こり得ると思います。例えばね、簡単なところで言うと、フィッシングメールとかフィッシングメッセージで、リンクを送りつけられて、その中身、内容を信じてしまって、そこから、ご自身のマイナンバーカードに登録されているような情報を入力してしまうとか。今これは免許証の情報であったり、クレジットカードの情報を入力してしまうっていうね、パターンになってると思うんですけれども、これがただ単にマイナンバーカードになるっていうだけですね。なので、こういった便利な機能がどんどん出ていくと、ご自身がいとも簡単に公開してしまっては、もうセキュリティがどんな強固であったとしても、絶対悪用、不正利用っていうのは起こり得る話なんですよね。でそこでユーザーさんとしては、セキュリティがしっかりしていないとかですね、システムをもっとしっかりしろとかね、言う方もいるんですけれども、自分で公開してしまったらね、どんな強固なセキュリティがあったとしても、それは到底防げないので、やっぱり、さっきも言ったように、便利なものをどんどん追求していくと、やっぱりその裏側には、やっぱり危険性というのがね、安全面であったりとかね、そういったものが両輪でこう動いていきますので、便利になればなるほど、やっぱりご自身のスキルではないんですが、危険性があるんだよっていう認識はね、持っておいた方がいいのかなと思います。絶対ね、これ2025年春以降、一応報道ベースではね、こう搭載されるっていう風に今出ておりますけれども、おそらく iOS のバージョン等でね、こう対応してきた時には、追加ができないとかですね、くるくる回るとかですね、そういった不具合が、起こるんだろうなとも、今現時点で僕は思っております。ただ、iPhone でマイナンバーカードが搭載されて使えると、すごく僕は便利だと思いますし、現時点で分かっている範囲では、セキュリティもしっかりしていると。ね、落としたりなくしたりしたとしても、そこもちゃんと、知識を持った上で、行動をとっていただければ、悪用されることもないですし、セキュリティがしっかり守ってくれますよと。なんなら初期化してしまった方がいいですよとかですね、未然に防ぐ方法は今現時点でもたくさんありますので、そこまで心配しなくてもいいのかなと思います。これはね、僕個人の意見といいますか、感想と思っていただいていいので、これが参考になるかどうかは分かりませんが、皆さん iPhone にマイナンバーカードの機能搭載されることに賛成ですか、反対ですか、それとも便利と思いますか、便利じゃないと思いますか、皆さんのご意見を聞かせてください。それでは本日も最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。